あなたが見ていた進撃の巨人は本当の進撃の巨人ではないかもしれない。進撃の元ネタである神話を探し出した結果、進撃の巨人のストーリーは3層構造。それに追加して、リヴァイを主人公としたサイドストーリーで構成されているということが分かりました。はじめまして、進撃のクユタイムネエストラと申します。この名前は、進撃の巨人の元ネタである神話におけるエレンの元ネタの一人です。この件はおいおい説明していきます。進撃の巨人には、あまりにも多くの謎があります。回りくどいセリフ回しや、筋が通っているようで通ってなさそうなセリフ。この数々の違和感には、真実が隠れているのでは、と考えたあたりから、私の考察は始まりました。伊佐山先生は、進撃の巨人アンサーズで、こうおっしゃっています。アッカーマン家には、主君に仕えることで、力を最大限に発揮できる人たちが多いんです。つまり、アルミンが宿主修正を嘘だと断言していたことが、誤りだった、ということです。もしかしたら、こういった、登場人物が言っていることが誤りだったり、嘘だったりということが、他にもある可能性があるということになるのではないでしょうか。伊佐山先生は、こうもおっしゃっています。進撃の巨人は、マブラボールタネイティブをパクって作ったことを白状しなければなりません。人並みに漫画や映画を見ていましたが、作品の作り手に殺されると思ったのは初めてです。その悪意的姿勢に衝撃を受け、僕も自分が殺されたように、世間に何か強い衝撃を投げつけてやりたい、壊してやりたいといった衝動に駆られました。その衝動が自分のやりたいことだと気づいたのです。これを安易に進撃がマグラオルタネイティブのパクリだと認識し、ストーリーの共通点を探し出そうとされていた方も多いとは思いますが、パクったのがストーリーなわけがあったら、白状するわけがないと私は考えています。伊佐山先生がパクったのは、僕も自分が殺されたように、世間に何か強い衝撃を投げつけてやりたい、壊してやりたい。これではないでしょうか。つまり私たちは伊佐山先生によって、もっと強い悪意でもって、殺され、壊されるはずなのです。確かに、エレンがラスボスだったことは衝撃的でしたが、何かそれだと少し物足りない。主人公がラスボスだなんて設定は、すでに奇出であるからです。伊佐山先生に、超人的天才性を感じていた私は、もっと他に何かあるはず、と睨んだのです。まず、私が一番疑わしいと感じたのは、進撃の巨人のナレーション担当である、アルミンです。進撃の巨人の大部分は、アルミン軸で描かれている、と言っていいのではないのでしょうか。アルミンは、すでに宿主修正の件で、そのセリフの信憑性に疑いがあります。アルミンの最後のセリフに注目してみます。みんなは知りたいはずだ。僕たちが見てきた物語、その全てを話そう。アルミンは物語と言っています。物語を辞書で調べると、特定の事柄の一部始終や古くから語り伝えられた話をすることと書いてあります。私の高校の歴史の恩師は言っていました。歴史とは、勝者が作るフィクション要素が含まれる。日本の歴史の場合、東大と京大の歴史学の教授の意見が合致したら、それが日本歴史として教科書に載る。だから、教科書に載っていることが、全て正しいと思ってしまってはいけない。けれども、テストには教科書通りに答えること。要約すると、歴史は、勝者である後世の人間が作った、フィクション要素があるということです。アルミンが語る、物語は、さらにフィクション要素が強くなっている可能性がある、ということになりそうです。ならば、事実は、どこに描かれているのでしょうか。最後のシーンでは、アルミン以外に語り手がいます。キストリアです。キストリアはこう言っています。エレンは知る限りの未来を私に伝えました。キストリアはクリスタという偽名で登場し、途中からキストリアという本名を名乗っています。つまり、メタ的に解明されたということになりそうです。ならば、そこには重要な意味が隠れているのではないでしょうか。キストリアを辞書で調べてみると、史書、史実を意味するラテン語と書かれています。キストリアとは、史実。エレンが知る限りの未来を伝えた唯一の人物です。ならば、キストリアがエレン軸の史実を知っているということになりそうです。では、キストリアが知っているエレン軸の史実とは何なんでしょうか。キストリアには疑惑がありますね。キストリアの娘の父親がエレンではないかという疑惑です。これはキャラクター名鑑にてキストリアの娘がキストリアと幼馴染の間に生まれた娘と書かれて否定されたことになっています。けれども、進撃の事象や時系列を一つ一つ調べていくと、キストリアの娘の父親がエレンであると示唆している事柄が多すぎるのです。実際、私は OAD の困難を見た時からエレンはクリスタのことが好きなのだと感じていました。困難ではクリスタがさらわれた際にエレンは泣いてるのです。キストリアの娘がエレンの子であるという件については別途詳しく解説しますが、今回はキストリアの元ネタからキストリアの娘の父親がエレンであるという根拠を提示します。進撃の巨人の元ネタが北欧神話であるということは広く知られていますね。ですが、それは北欧神話がモチーフになっているだけで、特に各キャラに元ネタがいるということはあまり知られてないのではないでしょうか。エレンが巨人族の世界蛇
ヨルムンランドであり、エルヴィンやハンジが神オーディンであるあたりはご存知の方も多いかもしれません。他は北欧神話通り、巨人族と神族がラグナロクという終末戦争を起こし、大部分が滅びてしまうという大筋のストーリーだけが使われているといった程度の認識ではないでしょうか。けれども、各メインキャラの全てに元ネタとなるキャラが存在しているなどということはほぼ知られていませんね。リヴァイがオーディン神の息子のビーザルであると突き止めた方がいらっしゃいましたが、ビーザルはリヴァイの元ネタの一人に過ぎません。リヴァイの元ネタはトール神といい、オラオラ系の最強の神です。トール神が進撃の元ネタである世界ヘビヨルムンランドと相打ちで死ぬのです。ミカサはトール神の女装版、実際トール神は女装します。このように進撃のありとあらゆるシーンに元ネタが存在しているのです。そしてヒストリアにも元ネタがいます。北欧神話におけるアイドル的女神、フレイヤです。フレイヤは黄金の化身であり、豊穣の女神、アイドル的なのでよくさらわれ、また性に奔放で何人もの男と交わり、双子の兄とも交わります。神話における豊穣の女神がいろいろな男と交わるということはよくあることで、それは豊穣が子孫繁栄をも意味しているからにあります。フレイヤには最愛の夫との間に娘がいます。彼はオーズという神で、オーズはフレイヤの夫としてしか登場しません。オーズは劇場という意味の名で放浪癖があります。またフレイヤにはお気に入りの人間の愛人もいます。人間の愛人の名前は愚かなオッタル。オッタルはフレイヤにイノシシに化けさせる魔法をかけられ、乗り物扱いされるほど愚かな存在ではあります。フレイヤがこの愚かなオッタルを気に入っている理由は、イノシシが豚と同様、多産であるからです。けれども、フレイヤとこの愚かなオッタルとの間に子供が生まれたなどというエピソードはありません。オーズはフレイヤが愛人を作ってしまったがために帰ってこなくなってしまうのです。もう、誰がオーズ神で、誰が愚かなオッタルか、明白ですね。つまり、ヒストリアの最愛の夫は、エレンで、娘の父親もエレン。幼馴染のサステンダー男は、愚かなオッタルで、托卵されていたということになります。そうなると、キャラクター名鑑が嘘を言ってることになってしまいますが、ヒストリア女王として公式に発表された夫は、幼馴染のサステンダー男で、キャラクター名鑑もそれをそのまま記載している、と考えられます。伊佐山先生が明言していない、というあたりも、キャラクター名鑑が真実を載せているわけではなさそうだ、ということにもなりそうです。さて、このヒストリアの娘ですが、彼女もまた、元ネタがいます。フレイヤとオーズの娘である、女神、フノスです。フノスは、一番若い、美しい娘として登場します。彼女は、父オーズと母フレイヤを引き合わせられるのは、自分だと信じ、ぶらつく道、という、人間界と地下界を結ぶ、虹の道で、父を待つのです。道というワードが北欧神話にもあるのです。フノスは、その道の門番である、ヘイムダル神と仲良くなり、彼にこの世の成り立ちを聞くのが日課になります。つまり、フノスは、道で過去の話を聞いている、ということになります。ならば、ヒストリアの娘も、道で記憶を見ていたと考えられそうです。グリシャとエレンは、どういったわけか、エレン死後の巨人がいなくなった未来の記憶を見ていました。一般的に、エレンの墓が歩きに寄生した光るムカデが見た記憶説、鳥に転生したエレンが見た記憶説、などがありますが、ヒストリアの娘が、進撃を継承していたとしたら、グリシャもエレンもヒストリアの娘の記憶を見ることが可能となりますね。けれども、エレンが死んで巨人はいなくなっています。この矛盾を解決するのがこのシーンです。エレンが死んでいるにもかかわらず、ミカサは巨人の口の中で悠長にキスをしている時間があるのです。この後のシーンも確認すると、アルミンが巨人化が解かれているにもかかわらず、ファルコはまだ巨人化が解かれてないのです。つまり、エレンが死んでユミルが光るムカデと契約解除するまでに、時差があるということになります。ざっと計算したところ、ユミルの民は4分に1人ぐらい生まれることになります。この間、何分あったのかわかりませんが、この時にヒストリアの娘が生まれていれば、ヒストリアの娘が進撃を継承することが可能なのです。ジークが死んでからは、4分以上は経っていたはずなので、獣継承者の赤子はすでに生まれていたはずです。戦鎚は、進撃と赤子の取り合いだったかもしれません。始祖は、しぶとくエレンの脳脊髄にしがみつき、なんとかあの木にたどり着き、木に寄生することに成功したのでしょう。ここでまた疑問が生まれますね。座標ゼロ地点であった、始祖ユミルがいなくなった世界において、どうやってヒストリアの娘が過去の記憶を見たのか、ということです。私は、道、座標、などと呼ばれる世界は、コンピューターネットワークと同様に考えています。始祖ユミルは、座標ゼロ地点にいる電力源であり、メインサーバー。始祖継承者は、このメインサーバーにアクセス権がある。知的巨人は、ホームサーバーを持っていて、記憶はそこに保存される。赤子継承の場合は、道を通じてメインサーバーを経由し、赤子に継承権と全記憶データが移行される。同じく、すでにヒストリアの娘が末代の進撃継承者となると決まっているので、この、始祖ユミルが契約解除するまでの数分間を利用し、ヒストリアの娘の13年間の全記憶データを
過去の継承者のホームサーバーに保存も可能。けれども、電力源であるシソユミルがいないので、ヒストリアの娘は巨人化できず、エレンが最後の進撃の巨人となる、という構図、というのはどうでしょうか。また、シソユミルが契約解除しているので、13年の呪いもなく、ヒストリアの娘も長生きできたはず、と考えています。さて、進撃の元ネタである、世界ヘビヨルムンランドの話に戻ります。世界ヘビヨルムンランドは、自分の尻尾をくわえ、人間界である島の周りをぐるっと囲んで、意図せず人間界の結界の役割を担っています。これは、ウォールマリアと似ていませんか？マリアと聞いて、ピンときた方もいらっしゃるかもしれません。漫画にのみ登場する、ミラムマリア、です。シソユミルの遺体を食わされ、何かしらの巨人を継承しただろう、フリッツ三姉妹。彼女たちが何を継承したのか、明確にはなっていませんが、こちらのシーンを見ると、周りに9つの壺があります。ここから、遺体は9つに分けられ、そのうち3つをフリッツ三姉妹が食べた、ということになりそうです。そして、この、ミラムマリア。すでにこの件は考察されている方が何人かいらっしゃいますが、マリアは進撃を継承し、この瞬間に未来を見て、王に抗う決意をし、王を睨んでいる、と考えられています。つまり、マリアは進撃であり、世界ヘビヨルムンランド、ということになりそうです。ヨルムンランドは、ギリシャ神話のウロボロスの元ネタにもなっています。ウロボロスの象徴の一つに、循環というものがあります。ここに、進撃だけが未来を見れた理由があるのではないでしょうか。頭と尻尾が一体化しているので、記憶も循環し、他の9つの巨人と同じく、過去に遡っていくと、頭である初代であるマリアに到達し、尻尾を加えているから、末代のヒストリアの娘につながる、のではないでしょうか。ここでまた一つ、気がつくことがあります。頭と尻尾が同化しているのなら、マリアがシソユミルの遺体を食べた時に見た未来は、ヒストリアの娘の記憶、となりそうです。そして、頭と尻尾が同化しているのなら、マリアとヒストリアの娘が同じ、と考えられます。エレンは、おそらく鳥に転生していますね。もしかしたら、マリアもヒストリアの娘に転生しているのではないでしょうか。地ならし開始後、赤ちゃんが3人登場します。1人目、赤ちゃんリレーの赤ちゃん。おそらく、エレンがマーレに到着した時に見た、妊婦の赤ちゃんです。お母さんのストールが似ています。この赤ちゃんの声を担当したのは、エレンの声優さんの娘さんです。つまり女の子。2人目、スラトア要塞で、天と地の戦いを目撃した赤ちゃん。ライナーのお母さんのそばにいる星の赤ちゃんです。この赤ちゃんは、ライナーのお母さんに自分が独母であったと気がつかせる役目を担っています。おそらく、リヴァイが目配るシーンで、列の一番最後にいて、ひょっぷり顔を出した女の子は、スラトア要塞の赤ちゃんです。顔が似ています。つまり女の子。3人目、ヒストリアの娘です。間違いなく女の子。漫画では、この3人がはっきりと並んで出てくるので、意味がある3人の女の子である、とわかりやすいです。3人の女の子といいと、フリッツ三姉妹。この3人にも元ネタがいて、北欧神話の運命の女神、ノルン三姉妹です。ノルン三姉妹は、北欧神話の世界を支える世界樹、ユグドラシルに水やりをするのが仕事です。それぞれ象徴するものが割り当てられていて、長女は過去、次女は現在、三女は未来。これを3人の赤ちゃんに置き換えると、赤ちゃんリレーの赤ちゃんは、未来、シーナ、スラトア要塞の赤ちゃんは、現在、ローゼ、ヒストリアの娘は、過去、マリア、となります。ヒストリアの娘が進撃なら、未来が見れる進撃が、過去担当ってのは少しおかしな気もしますが、神々と巨人がいた世界は、北欧神話では旧世界となります。つまり、ヒストリアの娘は、旧世界を一手に抱えた、過去担当、ということになりそうです。これで、世界ヘビヨルムンランドの頭である、初代進撃のマリアと、末代進撃のヒストリアの娘が同一、という説明が成り立ちますね。さて、一気に説明させていただいたのですが、ヒストリアの娘の父親が、エレンだなんて、信じられない方や、初代進撃がマリアなんて、初耳の方とか、末代進撃がエレンではなく、ヒストリアの娘であるとか、フリッツ三姉妹の転生とか、あまりにも急に知らない情報ばかり出てきて、混乱した方がほとんどかと思われます。初代進撃がマリアである、ということや、ヒストリアの娘が何かしらと人継承している可能性を解いている方はいらっしゃいますが、特に、フリッツ三姉妹の転生は、私しか解いていないので、知らなくて当然です。なぜ、ここまで思っていたストーリーと異なるのか、という点について説明します。すでに説明した通り、進撃の巨人のストーリーは3層構造です。1層目、アルミン軸の、夢見がちなフィクションめいた物語。2層目、ヒストリア軸の、エレンが伝えた史実。3層目、初代進撃のマリア軸の、2000年の自由を求める、真の進撃の巨人のストーリー。これは、北欧神話の世界が3層構造となっていることとも一致します。北欧神話の世界は、天上界、地上界、地下界、
この3層です。天上界がアルミン軸の1層目。地上界がヒストリア軸の2層目。地下界がマリア軸の3層目となりそうです。つまり、読者、視聴者は普通に見るとアルミン軸の1層目しか見えないという構成になっていると言えそうです。どうでしょうか。アルミンやミカサ主観で見てしまっていた方たちは、ヒストリアの娘の父がエレンと知ったら、伊佐山先生に壊され、殺された気分になりませんか。逆に、私のように、初めからエレンはクリスタが好きである、と感じていたような人には納得しかありません。また、エレンが過去を変えたとか、エレンが全部やった、かのように見えている1層目は、まるで最後は、列英系みたいで面白くない、と感じていた方にも、真の黒幕はエレンではなく、エレンはマリアの操り人形であった、と知った場合、見方が一気に変わるのではないでしょうか。エレンが過去に更新して過去を変えていったのではなく、マリアが進撃にできることを過去から順番に未来に向けて進撃していった。けれども、マリアも万能ではなく、特にクルーガー以前は失敗続きだったように感じます。グリシャの代でも、グリシャはなかなか始祖を食わず、エレンの代でも、エレンがまさかの始祖継承者であるフリーダに影響され、マリアとフリーダとで、エレンの主導権争奪戦が行われていたのかもしれません。こうやって、それぞれがそれぞれの思いで抗い、それが絡み合って、あの結末に到達した、といったストーリーの方が断然面白いと思いませんか。実は、冒頭でも言った通り、進撃の巨人は、この3層構造以外に、ギリシャ神話を元とした、リヴァイが主人公のサイドストーリーが存在しています。進撃の巨人の超人気キャラである、リヴァイ・アッカーマン。サイドストーリーでは、彼の壮大なラブストーリーが大胆に描かれているのです。内容は、リヴァイとの格闘をしている方々は、大いに裏切られ、殺されるようなストーリーです。彼には、時期をずらして、2人の妻がいます。1人目は、納得するしかないお相手ではありますが、2人目は、誰もが思いもしなかったような相手なのです。ちなみに、私は、元ネタの神話を見つけ出す前から、リヴァイと2人目の妻の格闘士ではありましたが、この格闘士は、世界に数十人いればいい方かと思うほど希少です。わずかなヒントから、この格の可能性を見出し、そういう目線で見れば見るほど、どんどんそうとしか思えなくなっていったのです。だからこそ、この元ネタの神話を見つけ出すことに成功したのです。こちらも、おいおい解説していきます。もし、あれだけ仲間を失い続けたリヴァイが、最後は一人になってしまい、それじゃ、彼の人生があまりにもかわいそうだ、と思われた方は、チャンネル登録をお願いします。リヴァイが、あの後ものすごく幸せな人生を送った、という裏付けとなる、元ネタの神話をご紹介していきます。他にも、元ネタの神話から、誰もが思いもしなかったような考察を、次々上げていく予定です。すでに、ショート動画では、いくつかご紹介させていただいていますので、サクッと楽しみたい方は、そちらをご覧くださいませ。ここまで見てくださった皆様、ありがとうございます。最後にもう一つ。ありとあらゆるシーンに、元ネタの神話が存在しています。例えば、ライナーがメンエラになる。そばかすユミルがヒストリアと結婚できていないことが心残り。ヘルビンの公式図ネタ。ハルミンが女に化ける。コニーがバカ。イエレナが金髪ヘルメット。ハンジが片目失明。エレンの辞書。寝ないでサシャ。サシャが一人寝ないで吐く。サシャの死。リヴァイが片目失明。イエレナの変顔。ハンジがピークに浴場。ハンジの死。ベルトルトとアルミンが兄に恋してしまう。リヴァイが足を負傷。ジャンが髪を伸ばす。これらは、すべて、神話由来です。進撃の巨人の真のストーリーを知るには、神話を知る必要がある。私は、そう断言します。